日かと恐れていた。いつの日かと夢見ていた。心目覚め翼広げて旅立つ日だぐら。己つなぐ鎖断ち切り心縛る闇を切り裂く光の戦士だぐら。目指せ遥かな地平。さらば優しき日々をもう戻れない。もう帰れない。太陽の牙だぐら。ドガにおける人民政府の自立宣言に刺激を受けた解放勢力の蜂起は各地に広がり、解放軍はデロイヤ州政府の中心地カーディナルをも脅かすようになった。解放勢力の進行に危険を感じたレイクボイドは連邦評議会議長ドナンカシムの病状が安定した時を見計らい、主治医と相談の上ドナンカシムを地球に送り返すべく移送を開始した。注意してくれたまえ。はい。静かにな。はい。よし、静かに。代表、いろいろ大変だったな、ボイド君。わざわざ見送りに。私も閣下にお供しようと思ってな。デロイヤの玄関口まで。北極ポートまで。ああ、最前線までだ。今のところ危険はないようだ。しかし油断はできんぞ。はあ、先生もレイク様もお疲れになられたでしょう。どうぞ皆さんご休息なさってください。旦那様は私が。いや、私が見ていいよ。代表、地球までは長い道のりだ。せめて北極ポートまでは私が閣下のおそばについていいよ。しかし異常があったらすぐ知らせる。分かってほしい。しばらくそばにいたいのだ。ここまで来ればもう北極ポートへ着いたも同じだな。そう願いたいもんですよ。どうした？前方800に何か動きました。何？この辺りにはもう連邦軍はいないはずだぞ。敵です。撃ってきました。前方800人敵、戦闘車両に避難。クリーン、敵だ。分かってる。スターターを温めといてよかったよ。他のアイアンフットもテンポが上がったら出動させる。頼む。敵は確認されたものでコンバットアーマー2機。どこだ？来た！どこだ？
しまった。どこだ。閣下、私は今まであなたの傀儡だと言われてきました。しかし私たちは曲がりなりにもデロイヤの中立化を成し遂げ、それを存続しようと努力しました。だが今それが再び以前の動きに戻されようとしています。閣下と同じ地球人の手で。私はこのデロイヤの地を地球人の好き勝手にはさせません。デロイヤは我々デロイヤ人の手で治めます。閣下、北極ポートは必ず我が8軍の手で守ってみせます。一兵たりとも地球連邦軍の手を借りようとは思いません。私は今一兵卒として最前線に赴くつもりです。私は私たちが築いた体制を継承しつつ、私なりのやり方でこのデロイヤを治めます。私はこのデロイヤで生まれ、そして育ったデロイヤ人です。いつまで待てばいいのです。解放軍はもはやカルナック山脈を越えたのですぞ。ブレナー司令、あなた方第6軍の使命はここ北極ポートの守備のはずですが。確かにその通りです。だが解放軍をこれ以上勢いづかせると予断を許せぬ状況となる。ましてや8軍は劣勢を強いられている。我々が支援すれば。8軍への支援は無用です。しかしこのままでは8軍は立ち直れなくなってしまうではないか。むしろそれが狙いです。何？8軍も解放軍も同じデロイヤ人です。デロイヤ人同士で戦わせておけばいいのです。君を。私は今解放軍の主導権を握っているサマリンにとって代わるべき人物とコンタクトを取っています。それはヘシ・カルメルという男ですが、近々私とこの男とで和平交渉を結びます。もはやこのデロイヤはサマリンやフォンシュタインの時代ではないのです。我々若い者が古い体制にとって代わり、これからの時代を担っていかなければならないのです。ですからあなたは余計なことを考えず、ひたすら北極ポートの守備に専念していただきたい。旦那様。静かに、もっと静かに運んでくれ。軍の病院まではどのくらいの距離？ほんの2、3分ですわ。よし、急いでくれ。急いで。よし、OKだ。直接地球に行けると思っていたが、やはり無理だったか。家族の方は急いでください。ありがとう。閣下、生きてください。今こそあなたは必要な方なのですぞ。大佐、なんだ。見てくださいよ、この6軍の物資を。8軍が苦戦してるっていうのに、奴ら腰を上げる気配もないようです。ねえ大佐、6軍は参戦する気はあるんですかね？君、少し黙って運転できんのかね。ラコック。何ですって？私ども8軍にも意地があります。6軍の参戦は控えていただきたい。ブレナー司令、これはデロイヤの主権をかけての戦いです。いわば内乱というに等しい。ですから我が8軍以外の連邦軍は決着がつくまで介入してほしくないのです。今苦戦を強いられている8軍は
指揮する私の不徳の至りと恥じてます。しかし私にもデロイヤ軍人としての意地はあります。その意地を通させてはくださらんか。いや、お気持ちは分かりました。それでは。しかし戦いは避けられた方がいい。利用されるだけです。利用？つまりあなた方8軍を単なる捨て石としか考えていません。あのラコックという男、サマリンは愚か、あなたまでを駆逐する考えでいます。互いに戦わせて戦力を消耗させようとしている。そしてその裏であの男は解放軍の反主流派の一人と手を結んでいるのです。確かヘシ・カルメルとか。ああ、二人で新しい時代を担うのだと嘘吹いておりましたよ。あの男はそのカルメルとかいう男と手を結び、いやカルメルを傀儡として新しいデロイヤの主導権を握ろうとでもしているのでしょう。己の権勢を欲しいままにせんがためにか。そうです。非常に危険な男です。あの若造め、これでわしの腹は決まったぞ。見てるがいい。何ですって？まだ主流派に牛耳られているんですか？いいですか、カルメルさん。早くサマリン派の連中を黙らせる策を講じることです。しかしですね、サマリン氏の賛同者を黙らせるには何かと細かい配慮が必要でしてね。そう簡単には。いいですか、カルメルさん。もはや北極ポートにはあなた方の数倍以上の圧倒的な地球連邦軍の戦力が配備されているのですよ。このまま全面戦争にでも突入してごらんなさい。あなたの努力は全て水の泡です。早急に和平交渉を開ける体制を整えなさい。私の方ではいつでも交渉の場を持てるようテーブルは用意してあります。急がないとデロイヤで主導権を握りたいというあなたの夢は消し飛びますよ。お待ちください、フォンシュタイン大佐。とにかくこの問題は全てあなたの決断一つにかかっていることを肝に銘じてください。ではまた連絡します。お、これはフォンシュタイン代表。さあさあどうぞ。いつこちらへ？貴様、前から許せん男だと思っていたが、ここまで汚いやつだとは思わなかったぞ、ラコック。大佐、乱暴はおやめください。貴様、誰もがデロイヤのことを思っているこの時に貴様だけだ。おやめください。大佐といえどもこれ以上の乱暴は許されません。大佐、どけ。構わん。フォンシュタイン代表は節度のあるお方だ。これ以上ことを荒立たせるはずはない。しかし弁務官、そこをどくんだ。答えるんだ、ラコック。貴様が我々8軍が戦っている間に援軍である地球連邦軍を参戦させなかった理由とやらを言ってみろ。代表、解放軍との戦闘に地球連邦軍の支援を拒んだのはあなたのはずです。私はそのご意向に従ったまでのことです。黙れ。貴様は8軍が壊滅状態であることを知っていながら、しかもあれほどの数の軍事物資と地球連邦軍が派遣されていることを知っていながら、なぜ前線に支援部隊を送らなかった？ですからあなたの指示に。とぼけるな。貴様は地球人の中でも最も卑劣な地球人だ。それは嬉しくない表現ですね。貴様は解放軍と我々第8軍とを戦わせておいて、互いの勢力を弱体化させようとしていた。デロイヤ人同士を戦わせ、このデロイヤを貴様が牛耳ろうとしているのだ。笑ったな。今さら気づいても遅いとこのわしを笑ったか。わしを見くびるなよ、ラコック。このわしにデロイヤの血が流れていることを忘れるな。貴様のごとき地球人の意のままにはさせん。ドナンカシムの意を狩る狐か、小賢しくも閣下を裏切ってカルメルと手を組むか。自分のことしか考えぬやつにデロイヤの明日を任せはせん。代表、時代というものは動いているのですよ。何？今はもうドナンカシムやあなたやサマリンの時代ではないのですよ、大佐。黙れ。私利私欲に走る貴様のごとき若造など叩き潰してやるわ。おお、崩壊寸前の8軍の一指揮官に今さら何ができますかね。ラコック補佐官、あ、たとえわしがドナンカシムの傀儡と言われようと、デロイヤ州政府の代表であることは事実だぞ。このわしがデロイヤ独立推進派のサマリン政権を認めたらどうなるかな。何？
みすみす貴様の手には委ねません。わしはデロイア州政府代表としてサマリンとの話し合いの場を作る。デロイアの今後をデロイア人同士で語り合うためにな。いや、デイジー。デイジー、しっかり捕まってるんだ。目を閉じてちゃダメだよ。前をよく見てるんだ。でも怖いですもの。弱虫だぞデイジーは。クリン。クリン、意地悪。あ、おじさまたちよ。なかなか快活な弟さんですな。無鉄砲なだけですわ。サラ、お茶が入ったわよ。はい。レルクさんもご一緒にどうぞ。ありがとうございます。いいな、それは野暮というものだよ。若い者は若い者同士の方がいい。二人にしてやりなさい。お父様ったら。おお、あそこにも新しいカップルができたようだぞ。デイジー、早く早く。そんなに引かないでクリン。まるで恋人同士のようだな。まあ、あなたったら。母さん、早く食事にしてよ。お腹ペッコペコ。おやおや、このカップルは食い気ばかりだな。本当ね。どこだ。一気か。代表、お考え直しください。今そのような軽率な行動を取れば後々必ず悔いを残すことになります。くどい。今さらそのような情けない声を出さんでほしい。君らしくもないぞ。代表。誰か来てくれ。いかがいたしました、ベムカントの。ホインシュタイン大佐が血迷われたぞ。ホインシュタイン大佐、解放軍の元へ行くのはおやめください。今さらサマリンのところへ走って何になりますか。今まで戦ってきたことが全て水の泡になってしまうではありませんか。出してくれ。八軍の敗北で血迷われた大佐が敵軍に投降しようとしているのだ。投降。説得を続けたが聞き入れてくれん。デロイア州政府代表が解放軍に投降などしたとあっては多大の混乱を招いてしまう。あのヘリを生かしてはならん。誰かヘリに向かって威嚇してくれ。しかしよこせ。大佐。脅しだけだ。やってくれ。はっ。ホインシュタイン大佐、お戻りください。
裏切りだ。大佐が裏切って敵に投降するぞ。彼はデロイア人だ。地球連邦の我々を裏切った。撃てて撃て。このまま行かせてしまったらこちらの戦力を知られてしまうぞ。コインシュタイン代表の裏切りは我が軍の混乱を招くばかりか禍根を残してしまう。処分しろ。これは弁務官の命令だ。責任はこの私が持つ。撃て撃て。大佐。慌てるな。ただの脅しだけだ。しかし大佐、ミサイル車です。このわしを本気で撃つ気か。何？ラコック！おのれ！いいか、真相が伝わればことは重大になる。連邦軍政府も憂慮しよう。これは事故とする。いいか、事故だぞ。はっ。北極ポートまであとわずか。玄関の雪原地帯を解放軍の戦士たちは進む。前線で戦う者たちにとっては政治の裏側、暗部の動きなどは分かろうはずはなかった。そして今、自らの生き様に大きな影響を与えた偉大な父ドナンカシムの病状が悪化したことを知る由もないクリンであった。デロイヤを動かしていた一人の男の死が呼び水になって、動乱の星の混沌はさらに広がり、さらに深まる。裏切りか信念か私欲か大義か、前線の硝煙より激しく、歴史の舞台裏に矢玉が飛び交う。撃たれるのは誰か。次回、テーブルについた者たち。 Not even justice. I want to get truth. 真実は見えるか。星が流れて願いをかけて二つ数えて夢砕け恋しさかけらのフラッシュバック心細さに後振り向けば幼い夏の日スローモーション